はい、エレファンコです。こう見えて35歳です。未婚の子なしのシングルマザーです。つまり、ただのシングルです。また見てくれたのは優しいですね。よくグループメッセージで無視されます。あとよく飛行機とかで前の座席思いっきり倒されます。これも 100% されます。どんな人でもされます。あとは列があれば絶対に前によく順番越されます。あとはよくニュースを引きずります。何年も経ってもあの時のニュースとか思い出したりします。でよく道を聞こうとして無視されます。今私なんだかんだでアメリカのカリフォルニア州に住んでるんですけど、これは日本でもアメリカでもどっちでもありました。そんな私なんですが、一応優しさは世界を救うと思って人には優しくしようと思ってるんですけど、今回は私がしてきたお門違いのずれた優しさのエピソードをお話しします。これは私がどんな人間か結構分かっていただける機会になると思うので、ぜひお楽しみください。一つ目は、これは結構何年か前にこっちのカフェでのことなんですけど、結構列ができてたカフェで、一人で男の人がキャッシャーもバリスタも全部やってて、で私もウェイトレスとかで一人きりでもものすごい大変だった経験があるから、一人でもう全部やってるんだ、すごいね、大変だねって言うと、いやいや全然全く僕は楽しんでるよみたいに、ちょっともう何だったらイラッとされた感じで帰ってきて、で私はそう頑張ってるね、すごいね一人でって言われるとそうでしょってどやって嬉しくなるタイプなんですけど、多分この男の人に限らずで、あとアメリカ人とか人種その人種だからとかじゃなくて、多分普通は大変そう頑張ってるなんて思われたくないんですね、多分。でこれに気づいたのは本当に2週間ぐらい前です。ずっとで人生で結構やっていきました。この良かれと思っていらんねぎらいを言うやつで、この間じゃないや、で前に担当者さんがいた時に仕事でメールをやり取りしていて、朝の7時にメールを受信したと思ったら、夜の12時にもこの時間を見たらその人送ったりしてて、でやっぱ編集さんすごいですね、働き者ですねみたいに言うように言ったら、それもやっぱり年配の方ですごい仕事ものすごいできる、私話すのもラッキーなぐらいで、その人に微妙なビデオトークしてる時に微妙な顔されて、あともう一個はビーガンのレストランでマッシュルームアレルギーのお客さんが来て、でビーガンでマッシュルームすごい入ってることが多くて、椎茸とかで、そんなマッシュルーム使ってないようなメニューも意外とパウダーになってたりしてて、だからそのお客さんにもビーガンでマッシュルームアレルギーなんてすごい大変そうだねみたいに、お前誰やねんって感じで言ったら、その人もやっぱりいやいや全然そんなことないわよみたいな、やっぱりイラッと結構されたりしてでしまったって思ったんですけど、もう今はしないようにしてる。これはお前ごときにねぎられるほど俺たちは無能ではないシリーズの私がした親切でした。まあ親切って無理やりこじつけですけどね。